まず日本人元慰安婦たちは日本人移民たちと共に引き上げ船などで帰国しました。満州からの引き上げの際にソ連兵に性接待を強いられたケースもありました。次に植民地出身の朝鮮人元慰安婦は次の3つのケースが明らかになっています。1つ目は戦場で遺棄され死亡したケースです。敗戦を知らされず敵陣に残され、攻撃や飢え、疾病など危険な状態に置かれたためと考えられます。2つ目は戦地に置き去りにされ帰国が困難になったケースです。沖縄の渡嘉敷島に連行され残留したペーポンギさんなどが有名です。3つ目は自力で帰国したケースです。中国に連れて行かれたチェ・ガプスンさんは豆腐売りをしながら歩いて4年もかけて朝鮮に帰国しました。占領地のサバイバーはどうでしょうか。中国山西省の場合、地元で性暴力を受けたため、戦後も家族、身内はもちろん、村中の人々が彼女たちの性被害を知っていました。そうした視線の中で生きていくことがどれほど辛いことなのか、皆さん想像してみてください。今まで話してきたどのサバイバーにも共通するのは、戦後長らく性被害を公にできず、沈黙と孤独、貧しさの中で生きてきたことです。そして慰安婦時代に起因する後遺症が次のように心身に負の影響を及ぼしたのです。身体的な後遺症では、韓国人サバイバーの場合、慰安婦時代の日常的な暴力や虐待などにより耳が聞こえなくなったり目が見えなくなったりしました。刀傷や傷跡、入れ墨などが残ったりもしました。女性器が損傷したり、性病に感染したり、不妊などもありました。精神的な後遺症では、中国人サバイバーの場合ですが、一つ一つの性被害の記憶がありありとよみがえる外傷性記憶があるのに、その前後の記憶がはっきりしないという PTSD に特有な症状、つまり記憶の断片化があると診断されました。見逃せないのは、日本政府が戦後半世紀にわたって日本軍慰安婦問題を放置したことです。そのためサバイバーたちの心身の傷は回復せず、むしろ悪化していきました。こうした状況が変わるのは、1990年代に入って問題解決を訴える女性運動が登場し、サバイバーたちが自らの被害を訴えることができるようになってからです。